れでおとなしく乗るっていうのもこうかっこいい乗り方なんじゃないかな。ボーイズ&グリーズ TV ご案内役の司です。そしてゲストはこちら、お名前は、あきらです。年齢は、24歳です。お住まいが、群馬県です。お仕事は車のデザイナーをやってます。というあきらさん、こちら車なんでしょうか。 BMW の M3 クーペです。すごい速い車がやってまいりました。世代的にいつですか。 E92 になります。そういう世代ですね。年式は2010年式です。2010年式の BMW M3 とあきらさんで今日たっぷりお届けします。めっちゃ楽しみです。あきらさん、愛車遍歴を教えてください。まず最初がスバルのインプレッサー WRX-STI、 今も乗っているもので、その次に同じ顔の高めって言われる、インプレッサーのスポーツワゴンを乗ってまして、同じ顔のを2台持ってたセダンとワゴンを。そうです。なるほど、はいはいはい。そのワゴンを手放して今 M3 に乗りました。M3 にした。はい。おお、なるほど。今2台持ちってことですね。2台持ちです。なんでこの M3 にしたんですか。子供の頃からよく車のゲームとかこうよくやってたんですけど、その時にインプレッサーとこの M3 がずっと好きで、憧れの車だったんですよね。ずっとその勢いのままこの車が好きっていう。なるほど。じゃあゲームしてた車を自分の車にしたと。2台とも。他に理由ありました？ M3 にした。ずっと小さい頃からミニカーとかたくさん買ってたりとか、あとは映画とかの影響もすごい受けてて、ワイルドスピードであったりとか、007とか、なんかそういうものを小さい頃からのインプットみたいのが、なるほどね、すごく強いです。車が綺麗に描かれてる、かっこよく描かれてる映画とかの影響もあると。車が生きる映画が好きです。なるほど。あきらさん、どういうとこ気に入ってますか M3。まずはFR のお手本みたいなプロポーションがすごい好きですね。というのはどういう意味ですか。 FR で基本的にノーズが長くて、キャビンがこう後ろ寄りなスタイリングじゃないですか。で BMW の特徴でもある前のオーバーハングが短くて、後ろのオーバーハングが長い。なるほど。セオリー通りというか、なるほど、変なことをしてないプロポーションっていうのが気をてらってなくてすごい好きです。他には基本的なものは守ってはいるんですけど、そこに4リッターの V8 を積んじゃうところ、繊細なんだけれど、ものすごく大胆なところもあるっていう。なるほど。すごくバランスが取れているのが好きなところですね。パッと見超速そうにも見えますけど、あんまり興味のない人からすると、そこまで変わりしないというか、確かにそこで分かる人には分かる、ちょっとただならぬ雰囲気というか、なるほど、そういったところが奥ゆかしさがあって好きですね。いや、もうオーラビンビン出てると思いますけどね。いいと思います。ここはちょっとみたいなところってありますか。むしろこの車の利点なのかもしれないですけど、速すぎるっていうことで、当然日本で走る上では音を楽しめるところまで持っていけないっていう。なるほどね。そこまで行っちゃうともう法定速度に行っちゃうと。そうです。楽しみきれない。楽しみきれない、ちょっと不完全燃焼のところがあります。あきらさん、この車どこでどうやって買いましたか。カーセンサーで車探してて、この車を見つけまして、翌日にもうお店に電話していろいろ事情を聞いたんですけど、もう一晩考えて、ほぼ買うんで車を押さえてくださいって翌朝電話して、そのまま原車確認して契約しちゃいました。じゃあ電話した時は原車まだ確認しないのにとりあえず押さえてもらって、で見に行って、そこで契約。そうです。高かったでしょこれ。かなりお買い得なお値段で。ちなみに250万でした。安っ。マジですか。安、まあ高いですけど、大金ですけど、 M3 って250万で買えるんですか。実際詳しいところはわからないんですけど、この車がもう13万キロ行ってたっていうところと、あとはそのお店のユーザー買取の車っていうのもあったんで、なるほど、そこの手数料が多少安くなってるのかなと思ってますね。特徴はどんなところでしょうか。 M3。 普通 V8 って聞くとアメ車みたいなドロドロしたような音っていうのを想像するんですけど、この車はすごいこう粒が揃ってるような高い音が出る
ような V8 なんで、なるほど、そこがすごい気に入ってます。おお、いいですね。他にはこのボディカラーですね。これなんて色ですか？珍しいですよね、なんかね。これルマンブルーっていう色で、あんまり日本だと見ない色で、ソリッドっぽいような色で、このグリルとかホイールがこう真っ黒なのに対して、このルマンブルーが合わさるとすごいいい組み合わせだなって思います。確かに。他にありますか？お店の人から記録簿を見せていただいたんですけど、前のオーナーさんちゃんと整備されてるのがもう全部ずらーって載っていて、この車のなんかどこが壊れるとか、大体メインのパーツがもうほとんど交換されているような状態だったんですね。なんでもう13万キロ走ってはいるんですけれど、どれだけ走ったかというよりはどういう風に乗られてたかっていうのが、なるほどね、自分は重要だと思ってます。よくわかりました。ということで楽しみです。 EQD の M3 乗ってみましょう。はい、ということで乗り出しまして、 V8 の音がね、もう回してくれって言わんばかりにこう静かにうなってますね。うなってるし、踏んでくれというふうにね言ってる感じがするし、これは結構すごいことになるんじゃないかなっていう予感がもうすぐにします。初めて乗った時のこと覚えてます？覚えてます。どうでした？意外と GT 路線の車だなっていう印象がありました。GT グランツーリズモ。そうですね。長距離がゆっくり走っても楽しいという意味でございますかね。意外ですね、結構ね。そうですね、ずっと WRX 乗ってて、ああいう車硬派なので、すごくああいうなんか感じを予想してたんですけど、乗員のことを気遣ったステアリングの感触であったりとか、外の音が全然聞こえないとか、心地よいところがちゃんとある車だなっていうのが、なるほどなるほど、いろんなシーンに合わせてくれるのかなっていう、すごい直感的に思った思いましたね。ああ、なるほどね。ちょっと感覚が麻痺してるところはありますというのはずっと WRX 乗り続けて、あれが自分の中ではスポーツカーみたいな、あれがもう当たり前でしょうと思ってたんですけど、そういう単純な話じゃないなっていう。なるほどなるほどね。トータルバランスを求められたスポーツカーっていうと BMW の M なのかなと個人的には思ってます。なるほど。そしてね、今おっしゃったように乗客のことも考えてる、後ろの2人もゆっくり乗れますよね。そうですね。クリアランスもあるし、レッグスペースもあるし、4人でちょっと旅に出るといっても全く不便じゃないというか、全然ありと思いますね。乗り降りだけね、2枚ドアなんでそれだけです。ちょっと難儀なとこあるかもしれませんが、走りとか居住性に関しては全く問題なしということで。そうですね、足が硬い以外がそうですね、そこはちょっと勘弁していただいてまあこれ踏めないだろうなね、飛ばさない乗り方っていうのもこの車には似合うのかな。やんちゃ路線かと思いきや、これでおとなしく乗るっていうのもこうかっこいい乗り方なんじゃないかなと思いますね。なるほどね。いろんな仕事が世の中あると思うんですけど、カーデザイナー目指した理由ってあるんですか？子供の頃からずっと絵を描くのが好きだったので、車も好きで当然車の絵を描く仕事、っていうと自然にカーデザイナーでいいんじゃないのって話をしてた記憶があるんですけど、当然車が好きだと車の話をすると思うんですけど、ユーザーの立場の知識ばっかり増えるともどかしくなっちゃうんですよ。例えばどうして企画されたのかとか、どうしてこういう形をしてるのか、どうしてこういう仕組みになってるのかとか、そういうものはやっぱり作る側の立場に回ってくとこう知れるようなものっていうのもたくさんあると思うので、車好きならばそういうところも知って話をしたいみたいな欲求が出てきたんですよね。デザイナーっていう立場であれば本当にいろんなものを知らないと車が作れないので、当然そういうものも勉強として今働かせてもらってます。あきらさん趣味は？基本的にもう車全般なんですけど、車全般、車をめでるっていうのが趣味というか、日課というか。自分の車ってことですか？そうですね、気が向いたら、首都高とか高速にドライブ行ったり、洗車したり、割とそこはこう車好きの皆さんと同じようなことをしているのかなと思いますね。車を乗っていく上でちゃんと完璧な状態にしたいっていうのがこう常々思っているところで、綺麗な状態っていうのもそうですし、不安な要素がない状態で乗りたいので、年数が経ってる車ではあるんですけど、少しずつちょっとリフレッシュしながら乗っていくっていうのが今やってることです。なるほど。仕事も車、趣味も車。
そうです。よく見に行ったりもするんですか、車を見に。新しい車が見れる場に足を運んで、デザイナーとして見たことないものを作らなければいけないので、なるほどね。やっぱ新しい車が出ましたとか、誰よりも新車出たらあこれ出たみたいな感じで調べてます。じゃあ、ぜひ司さんも乗っていただいて、いいんですか。ガチガチな感じかなと思ったら程よい硬さと、そうなんです、厚みのある乗り味。この厚みでしょうか、ちょっと紳士的なって言ったのは。そうです、どこか気遣いの感じる乗り味ですね。常に気合い入れて乗らなくていいというか、のんびり乗れる時はちゃんと乗れるんで、オンオフが上手な車ですね。泣きたいエピソードとかありましたか。この車を買う時に、インプレッサのワゴンを手放しちゃったこと、ああ、なるほどね。全然1年ぐらいしか乗れてなかったので。そうなんですか。そんなに楽しめずに手放しちゃったのが悲しかったですね。車をお別れする時は寂しいもんですけれども。そうです、他には何かありますか。整備記録見ると車検で毎回5、60万かかってたんで、結構過保護に車検をされてたってことですね。もう大事に乗られて、なるほど。できれば自分もそういう風にちゃんとケアしてあげたいですね。車を管理する上で。じゃあ車検大変じゃないですか。大変ですね。もうボーナスは全部車検に。まあでもとはいえね、車体価格がお買い得だったっていうことが。もう全然維持費が高くついても釣りが来るぐらいなんで、割り切ってますね。はい、いいと思います。はい、ということで、もうこれはすごい超爆速、これ踏みたくなるけど踏めない。踏めないです。踏めるとこがございません。やっぱりドイツのアウトバーンを走るだけのことはあってすごい車でございました。ありがとうございました。ということで、あきらさん、この M3 100点満点中何点でしょうか。95点です。おお、ほとんど100点、あと5点足りない。そのわけは、燃料タンクが60リットルしかないんですよ。じゃあすぐなくなっちゃいそう。まあね、燃費が悪いのはもう仕方ないですけど、距離は走ってほしいのでそうだやっぱり70、80あってくれたらいいなって常々思ってますね。そこがまあ5点足りない。そうですね。まああとはもう完璧ですね。もう文句なしです。はい、ということで最後にこの車乗り続けますか。もちろんです。はい、ということで今日はもうアウトバーンからやってきたもうすごい車でございます。 BMW の M3 とあきらさんでお届けしました。ボーイズ&グリース TV、また見てください。バイバイ。